り解説。1967年のテレビ番組ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、1967年のテレビ番組ってどんなものがあったのか、気になるんだけど。ああ、1967年は日本のテレビ番組にとって、すごく面白い年だったんだぜ。当時は、今も記憶に残る名作が次々と登場して、テレビの黄金時代とも言われているんだ。そんなに？具体的にどんな番組があったの？例えば、タイムトラベルをテーマにしたタイムトンネルとか、世界の面白い出来事を紹介したバンコクびっくりショー。そして、アニメの名作パーマンもその年に放送されたんだ。タイムトンネルってどんな番組なの？タイムトンネルは、未来から過去の出来事に飛ぶタイムトラベルを題材にした SF ドラマだよ。歴史を変えないように奮闘する科学者たちが、時空を超えて冒険を繰り広げるんだ。それってすごく面白そう。でも、どうして1967年にそんなにたくさんの名番組が生まれたんだろう？それは、当時の日本のテレビ業界が大きく発展していたからだよ。視聴者の関心を引くような新しい番組が次々と放送され、視覚的にも内容的にも革新的だったんだ。なるほど。その年に放送された番組が、今でも語り継がれているんだね。その通り。だから、今日はその中でも特に印象深い番組を、10位から1位までランキング形式で紹介していくんだ。第10位。タイムトンネル。1967年4月から1967年10月。さて、いよいよ10位の発表だね。10位はタイムトンネルだよね。どんな番組だったの？そうだな。タイムトンネルは1967年の4月から10月まで放送された SF ドラマだよ。舞台は未来の科学者たちが作り上げたタイムトンネル。これを使って過去や未来に飛び込んで、歴史的な出来事に関わっていくんだ。過去や未来に飛ぶなんて、まさにタイムトラベルだね。でも、どうしてそんなことをするの？その通り、科学者たちは過去の出来事を変えることなく、歴史の中で何が起きているかを見守ることが目的なんだ。でも、もちろんうまくいかないことが多くて、歴史に影響を与えてしまうこともあるんだよ。じゃあ、ただの冒険じゃなくて、歴史を変えないように気をつけながら進めるんだ？その通り、タイムトンネルは、その辺のジレンマが面白さを生んでいたんだ。例えば、ある回では第二次世界大戦の戦場に飛び込んで、歴史の流れをどう守るかというテーマが扱われたりしたんだ。それってすごく緊張感がありそうだね。歴史を変えてしまったらどうなるんだろう。確かに怖いよね。でもその反面、タイムトラベルっていうワクワクする要素もあって、当時の視聴者にとっては新鮮で刺激的だったんだ。なるほど。過去の重要な出来事に立ち会いながらも、歴史を守るという使命感があったんだね。でも、どうしてこの番組が10位に入ったの？タイムトンネルは放送期間が短かったけど、映像やストーリーの斬新さが話題になって、今でも多くの SF ファンに愛されてるんだ。特に、タイムトラベルものの先駆けとなるような番組だったから、テレビドラマの中でもひときわ異彩を放っていたんだよ。なるほど。たった半年の放送でも、影響を与えたんだね。それだけ面白いってことか。そうだな。今でもタイムトンネルを懐かしむ声は多いし、SF ドラマの歴史に名を刻んだ番組として、ずっと語り継がれていくんだろうな。第9位。バンコクびっくりショー。1967年11月から1971年9月。次は第9位のバンコクびっくりショーだね。タイトルだけで面白そうだけど、どんな番組だったの？バンコクびっくりショーは、世界中のびっくりするような出来事や珍しい文化を紹介するバラエティ番組だぜ。1967年11月に放送が始まって、なんと4年近くも続いた人気番組なんだ。どんな内容が放送されてたの？例えば、世界一背が高い人とか、珍しい動物、さらに驚きのパフォーマンスを披露する人なんかが登場してたんだ。当時は海外の情報が今ほど手軽に見られなかったから、視聴者にとって新鮮な驚きがいっぱいだったぜ。なるほど。テレビを通じて世界を覗けるなんて貴重だったんだね。
それが長く続いた理由なのかな？そうだな。次は何が紹介されるんだろうっていうワクワク感が、視聴者を引きつけたんだ。それに、ただの情報番組じゃなくて、楽しい演出もあって娯楽性が高かったのもポイントだぜ。そっか、視聴者を楽しませながら新しい知識も得られる番組だったんだね。第8位、パーマン。1967年4月から1968年4月。さて、第8位は、パーマンだね。アニメの定番だけど、どんな内容だったの？パーマンは、藤子 F 不二雄先生の原作を元に作られたアニメで、1967年の4月から1968年の4月まで放送されていたんだ。主人公は普通の小学生、諏訪光雄が、正義のヒーロー、パーマン1号として活躍する物語だぜ。普通の子がヒーローになるって夢がある話だね。でも、どうして三つ夫がパーマンになったの？ある日、彼の前に現れたスーパーマンのスーパーマスク、それを被ることで、空を飛んだり怪力を発揮したりする能力を得たんだよ。ただし、代わりに自分そっくりのコピー人形を家に置いておく必要があるから、秘密を守るのが大変なんだぜ。ヒーロー活動と日常生活を両立するのって難しそうだね。どんな敵が出てきたの？主に悪党たちや街で事件を起こす悪人たちを相手にしてたな。でも、パーマンの面白さは敵との戦いだけじゃなくて、三つ男が日常生活でヒーローの秘密を隠しながら奮闘する姿にあったんだ。それは子供たちが共感できそうな部分だね。放送当時も人気だったの？ああ、子供たちの間では大人気だったぜ。ヒーローなのにちょっと抜けてるところもあって、親しみやすさがあったんだ。さらに、仲間のパーマンたちとのチームワークや、時には失敗しながらも成長していく姿が感動的だったんだよ。なるほど。子供だけじゃなくて大人が見ても楽しめそうだね。次のランキングも気になるな。おう、次もアニメファンなら絶対に見逃せない作品だぜ。第7位、意地悪ばあさん。1967年9月から1969年9月。さて、第7位は、意地悪ばあさんだね。長谷川町子先生の漫画が原作だけど、どんな番組だったの？意地悪ばあさんは、主人公の旗の達が意地悪で周りを振り回しながらも、どこか憎めない存在として描かれるコメディドラマだぜ。1967年9月から1969年9月まで放送されて、視聴者から大きな人気を集めたんだ。意地悪ばあさんって、ただ意地悪をして終わるわけじゃないんだよね？その通り、旗の達の意地悪には、風刺やユーモアが込められていることが多いんだ。彼女の意地悪は、相手を困らせるだけじゃなく、時には社会の問題や人間関係の矛盾をつく形で展開される。つまり、ただの嫌がらせじゃなくて、見る人に考えさせられるような内容になっているんだぜ。具体的にはどんな意地悪をしてたの？例えば、近所の人がズルをしようとすると、それを逆手にとって懲らしめる話とか、家族にいたずらを仕掛けて笑いを誘うエピソードが多いんだ。他にも、旗の達が裁判所で弁護をする回や、電車の中で周囲の人を驚かせる回なんかが人気だった。特に、意地悪をしながらも最後には周囲が笑顔になるオチがつくのが特徴的だったぜ。なるほど。視聴者が楽しめるだけじゃなくて、ちょっとした教訓もあるんだね。出演者は誰だったの？主人公の旗の達を演じたのは後の東京都知事、青島幸男さんだよ。このキャスティングがぴったりで、達のユーモアと意地悪さを絶妙に表現していたんだ。当時の視聴者も青島さんの演技を絶賛していたんだぜ。すごい。ただのコメディじゃなくて、奥深いドラマだったんだね。そうだぜ。意地悪ばあさんは、単なるおばあさんの物語を超えて、時代を超えて愛される作品になっている。これからも語り継がれていく名作だと思うよ。第6位、マッハ555。1967年4月から1968年3月。次は第6位のマッハ555だね。このアニメってどんな内容だったの？マッハ555は、1967年4月から1968年3月まで放送されたアニメで、レーシングカー、マッハ号を狩る主人公、
三船号が様々なレースに挑む物語だぜ。単なるレースアニメじゃなくて、アクションやサスペンスも盛り込まれていたから、幅広い世代に人気があったんだ。レーシングアニメってだけでも面白そうだけど、どうしてそんなに注目されたの？やっぱり最大の魅力はマッハ号だな。この車はただ速いだけじゃなくて、ジャンプや水上走行、カッターで道を切り開くなんて特殊機能を持っていたんだ。これが当時の子供たちを夢中にさせたんだぜ。すごい、アクション要素が詰まった車なんだね。ゴーはどんなキャラクターだったの？ゴーは、レーシング界でトップを目指す熱血青年なんだ。でも、ただのレースだけじゃなく、ライバルとの競争や悪党たちとの戦いも書かれていた。家族との絆や友情も物語の重要なテーマだったんだぜ。アクションだけじゃなくて、ドラマ性も高かったんだね。印象的なエピソードとかあるの？例えば、ゴーが命を懸けて危険なレースに挑むエピソードや、兄弟の絆が書かれる話が感動的だったな。それに、謎の覆面レーサーが登場する回は特に人気が高かった。実は彼の正体がゴーの兄だったっていう展開には、当時の視聴者も驚いたんだ。そんな秘密が隠されてたんだ。だから大人も子供も楽しめたんだね。そうだな。マッハ555は、アクションと感動を見事に融合させたアニメだったんだ。今でも海外でリメイクされるくらい愛されてるんだぜ。それだけ多くの人に影響を与えた作品なら、6位にランクインするのも納得だね。その通りだぜ。次も楽しみにしてくれよ。第5位、仮面の忍者、赤影、1967年4月から1968年3月。第5位は、仮面の忍者赤影だね。このタイトルだけでワクワクするけど、どんな作品だったの？仮面の忍者赤影は1967年4月から1968年3月まで放送された特撮ドラマで、日本初のカラーテレビ向け特撮作品なんだぜ。主人公は飛騨の里が誇る忍びの名門、影一族の一員、赤影だ。彼は赤い仮面をつけて素顔を隠し、仲間の青影、白影と共に悪と戦う物語だ。赤い仮面ってすごく印象的だね。どんな敵と戦っていたの？主に魔風忍者や幻妖斎といった忍者軍団や、巨大な妖怪たちと戦っていたんだ。これらの敵は特殊な技や魔術を使うから、赤影たちは忍術を駆使して立ち向かったんだぜ。特に、幻妖斎との戦いはシリーズを象徴する名エピソードだな。忍者の戦いに妖怪まで加わるなんて、すごく壮大だね。赤影たちの仲間も気になるな。赤影の相棒、青影は年少ながら起点が利く少年忍者で、明るく元気なキャラクターが視聴者に人気だったんだ。そして、白影は冷静沈着で経験豊富な忍者として、チームを支える頼もしい存在だった。この3人が協力して難敵に挑む姿が物語の大きな魅力だったんだ。仲間との絆も見どころなんだね。特撮作品としても画期的だったんじゃない？その通り、カラーテレビ向けに作られたことで、鮮やかな色彩が視覚的にも印象を与えたんだ。特に、赤影の赤い装束や敵の派手なビジュアルが映えるシーンは、当時の視聴者にとって新鮮だったと思うぜ。だからこそ、今でも語り継がれる名作なんだね。そうだな。仮面の忍者赤影は、日本の特撮作品の歴史において重要な存在で、カラーテレビ時代の幕開けを飾る作品として記憶されているんだ。特撮と忍者という日本独自のテーマを組み合わせた先駆的な作品だったんだぜ。第4位、ジャイアントロボ、1967年10月から1968年4月。第4位は、ジャイアントロボだね。特撮作品として有名だけど、どんな内容だったの？ジャイアントロボは、1967年10月から1968年4月まで放送された特撮ドラマで、巨大ロボットと少年の活躍を書いた名作だぜ。この物語の始まりは、謎の宇宙人、ギロチン帝王が地球征服を狙い、秘密結社、ビッグファイア団、BF 団を結成するところから始まるんだ。ギロチン帝王って、名前からして悪そうだけど、ロボットはどうやって登場するの？ BF 団は、
地球征服の先兵として巨大ロボット GR1。つまり、ジャイアントロボを秘密裏に開発していたんだ。でも、その設計者であるドクトル・ガルチュアは、この陰謀を阻止しようとするんだよ。そして、偶然捕らえられていた少年、草間大作に腕時計型の操縦システムを託していきたえるんだ。その腕時計型の操縦システムってどういう仕組みだったの？音声登録認識式で、最初に声を登録した人の命令にしか従わないんだ。だから、大作の声だけに反応する仕組みになっていて、BF 弾の悪事を防ぐための重要な鍵だったんだぜ。なるほど。大作が選ばれたのも運命的なものだったんだね。それで、大作はどうやって BF 弾と戦っていくの？大作は、ジャイアントロボと共に脱出した後、国連秘密警察機構ユニコーン機関の日本支部隊員 U7 として活動を始めるんだ。BF 弾の送り込む怪人や兵器と戦う中で、大作とロボの絆が深まっていくのも見どころなんだよ。ロボットと少年の絆って、子供たちの憧れそのものだね。そうだな。それに、この作品は日本初のカラー特撮作品としても注目された。特に、鮮やかな色彩で描かれたロボや敵キャラのビジュアルは、当時の視聴者にとって新鮮だったんだ。特撮シーンも迫力があって、今でも語り継がれる名シーンが多いんだぜ。だからこそ、第4位にランクインするのも納得だね。そうだろ？特撮と少年ロボットものの魅力を存分に味わえる作品だから、今でも多くのファンがいるんだ。次も楽しみにしてくれよな。第3位、コメットさん。1967年7月から1968年12月。第3位はコメットさんだね。どんな物語だったの？コメットさんは、1967年7月から1968年12月まで放送されたドラマで、ベータ星から地球へ追放されたいたずらっ子の少女が主人公だぜ。コメットは、いたずらを反省させるためという理由で地球に送られるんだ。地球で普通の家庭に居候しながら、日常の中で成長していく姿を描いているんだよ。追放されたって聞くと、ちょっと厳しい感じだけど、どんなキャラクターだったの？コメットは明るくて元気な性格なんだけど、ちょっとおっちょこちょいでトラブルメーカーな一面もあったんだ。だからこそ、地球ではいろんな人を巻き込む騒動を起こしてしまう。でも、その中で彼女の優しさや純粋さが周りの人を元気にしていくんだぜ。なるほど。コメットが地球で経験することが物語の中心なんだね。具体的にはどんなエピソードがあったの？例えば、コメットが地球人の子供たちと一緒にいたずらを仕掛けるけど、最終的にはそのいたずらが誰かを助けることに繋がったりする話が多かったな。さらに、彼女が使う魔法が日常の中で大騒ぎを引き起こすエピソードも人気だったぜ。特に、魔法の力で困っている人を助ける姿は、視聴者に感動を与えたんだよ。それって、ただのコメディじゃなくて、教訓も含まれてるんだね。その通り、コメットさんのいたずらがきっかけで人々の心が温まったり、問題が解決したりする展開が多かったんだ。演じた九重由美子さんのキュートな演技も、この作品の大きな魅力だったんだぜ。コメットさんの成長や優しさが、子供たちにも大人にも響いたんだね。そうだな。コメットさんは、ファンタジーとハートフルな物語が絶妙に融合した作品で、今でも語り継がれる名作だよ。次も期待してくれ。第2位、スパイ大作戦。1967年4月から1973年9月。第2位は、スパイ大作戦だね。タイトルだけで緊張感が伝わってくるけど、どんな作品だったの？スパイ大作戦は、1967年4月から1973年9月まで放送されたアメリカのテレビドラマで、日本でも大人気だった名作だぜ。現代はミッションインポッシブル、特殊任務を遂行するスパイチームが、様々な危険なミッションに挑む姿を描いたスリリングな作品なんだ。タイトル通り、手に負えないようなミッションばかりだったの？その通り、毎回自爆するテープからミッションが伝えられて、それをチーム全員で協力して遂行するんだ。ミッション内容は、悪の組織を壊滅させたり、国家の機密を守ったりと、
どれも失敗が許されないものばかりだったんだよ。スパイチームのメンバーはどんな人たちだったの？リーダーのジム・フェルプスをはじめ、変装の達人ロランハンド、女性メンバーのシナモン・カーター、技術担当のバーニー・コリアーなど、それぞれが専門分野を持っていたんだ。この多彩なキャラクターたちが、緻密な計画を立ててミッションを成功に導くんだぜ。その計画ってどんな風に進められたの？例えば、ロランが驚異的な変装術を駆使して敵の懐に入り込み、バーニーが高度な技術でセキュリティを突破する。といった形で、全員が自分の得意分野を活かして任務を遂行するんだ。視聴者は、その計画がピタリとハマる瞬間にスリルと快感を味わえたんだよ。それは見応えがありそう。でも、緊張感だけじゃなくて面白さもあったんだよね。ああ、計画が成功した時の爽快感や、キャラクター同士のやりとりが面白かったんだ。それに、当時の最新技術を駆使したガジェットや、ハラハラするアクションシーンも話題を呼んだんだぜ。だから日本でも人気があったんだね。その通り、スパイ大作戦は、緻密なストーリー構成とキャラクターの魅力で、今でもスパイドラマの金字塔として語り継がれているんだよ。第1位、ウルトラセブン。1967年10月から1968年9月。ついに第1位、ウルトラセブンだね。これ、ウルトラシリーズの中でも特に有名な作品じゃない？その通り、ウルトラセブンは、1967年10月から1968年9月まで放送された特撮ドラマで、ウルトラマンシリーズの中でも最高傑作と言われている作品だぜ。ウルトラセブンは、M78 星雲からやってきた宇宙人で、地球を侵略から守るために戦う姿が描かれているんだ。ウルトラマンとはまた違った感じだけど、どんなキャラクターだったの？ウルトラセブンの本名は、諸星団。普段は地球防衛チーム、ウルトラ警備隊の一員として活動しているんだ。ウルトラマンと違って、セブンは冷静沈着で知的な戦士という印象が強いな。怪獣や侵略者に対して戦うだけじゃなく、彼の行動や言葉には深いメッセージ性が込められているんだぜ。なるほど。ヒーローだけど考える戦士なんだね。どんなエピソードが印象的だったの？有名なエピソードとしては、第26話の超兵器 R1 号が挙げられるな。この話では、兵器開発の是非や戦争の恐ろしさがテーマになっていて、特撮ドラマの枠を超えた深い内容が話題になったんだ。他にも、人間と宇宙人の共存を書いた話など、社会的なテーマを扱ったエピソードが多かったのが特徴だぜ。ただのアクションや特撮だけじゃなくて、そういうテーマもあったんだね。そうだよ。それに、ウルトラセブンは武器のバリエーションも豊富で、アイスラッガーやエメリウム光線なんかが特に有名だな。怪獣や宇宙人との戦闘シーンは、今見ても迫力満点だぜ。アイスラッガーってかっこいいよね。ウルトラセブンが第1位になった理由もよくわかる気がするよ。そうだろ？ウルトラセブンは、エンターテインメントとしても完成度が高いし、視聴者に深いテーマを伝えた作品でもあるんだ。だから今でも多くのファンに愛され続けているんだぜ。特撮の魅力を再発見できる素晴らしい作品だね。総評またはまとめ。今回は1967年のテレビ番組ベスト10を振り返ってきたけど、本当に名作揃いだったね。ああ、1967年はまさにテレビの黄金時代だったと言えるぜ。特撮やアニメ、ドラマ、バラエティまで、ジャンルを超えた多彩な作品が生まれた年だったんだよ。それぞれの番組が、その時代の社会や技術の発展と密接に関わっていて、視聴者に感動や驚きを与えたのが印象的だったな。特にウルトラセブンやスパイ大作戦みたいに、今でも語り継がれる作品が多いのもすごいよね。そうだな。これらの作品は、単に楽しませるだけじゃなく、深いテーマや時代を映し出すメッセージ性を持っていたのが大きいと思うぜ。だからこそ、今でも多くの人に愛され続けているんだ。過去の作品を振り返ることで、今のエンタメの原点や進化を感じられるのも面白いね。その通り、これからも、こうした名作を学びながら、新しい世代に伝えていくことが大切だぜ。
最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。